タカさん、ようこそ。どうしたんですか今日いきなり呼びつけて。いやもうねはい、すごいものが届いちゃってダンこれですよ、クロスロードエボリューション。これね、はいはいマット調のね、はい、黒に金色なんですよ。ただ金色っていうのも実はただの金色っていうんじゃなくて、いろんな金色があるんですよ。実は黄色っぽい金色とかいろいろ赤金って言ってちょっと赤っぽい金。だからこれなんかちょっとこう茶金っていうかね、いろんな結構な、あとグラデーションかけてあったりとか、ものすごいなんていうの、凝ったデザインになってるんですよね。これがね、いやすごいなと思って。で裏のこれもまた渋めでしょ。もうね、マットの黒にこのいわゆるこれ、これは金色で、あとはですよ、はい、これで本当にいいのがジョーンと開けると、これもやっぱコンパクトですね、ブルーレイって。でちょっと失礼しますね。はい、でこれ見てくださいよ。デザインがいいの、ものすごい。もうかっこいい。宮平先生とね、石井東吾先生、白川隆二先生、東吾パートと白川隆二パートがそれぞれね。そうなんですよ。でそれぞれのなんていうの、こう先生のかっこいい、一番かっこいいとこ、このいわゆる横切りとかいわゆるサイドキック。これといかにもこれもこのなんて掴まれた珍しいですよね。宮平先生が技をかけられそうになってるというね。これはね、ご覧になっていただくと、宮平先生がその合気道と陳那の違いとか、そのなんだろう、似てるところとかをいろいろと比べてくださったっていうね、そういうのがあるんで。あとはですよ、これで僕すごいと思ったのが、俺すげえ興奮しちゃってるんだけど、これ開けるとですよ、開けるとですよ、なんとちょっと待って、このディスクもかっちょいいのね。このジャケットの方のデザインをそのままこうディスクにしてくれてるんだけど、なんかいいと思いません？これ結構、僕ね、過去のいろいろと DVD シリーズの中では、これ結構もうダントツと言っちゃ失礼だけど、かなりいけてるんじゃないかなと思って。いやすごい気に入った。これでこっちの白川先生の方も、しゃれてません？本当にかっこいいですね。すごいいいですよ。はい、シックっていうかね、全体が石井先生の道着っていうか稽古着も黒だし、で宮平先生も黒で、白川先生は白と黒でしょ。それですごいシックな感じでね。4枚組ですもんね。そうですよ。見てこんな全部しかもブルーレイですからね。で僕もちょっとうちのテレビってそこそこ大きなやつなんですよ。で一応それで見たら、特に石井先生の稽古シーンっていうか、トレーニングシーンとかで汗がテカテカチカっていうのがすごいんだよ。だから思わずね、ちょっとこうやって近くに寄ってもものすごい鮮明で、なんだろう。あと白川先生の白川先生、僕も一緒に行ったじゃないですか、沖縄に。だから改めて画面見てるとあまりにも鮮明なんで、なんかね、また俺またあれおかしいな、タイムスリップして沖縄でお二人のあれ見てるんじゃないのぐらいのリアル感。特に武道場のシーンって結構引きでこうふわーっと撮ってくれてるじゃないですか。あれね、俺がそのまま見てる画面だったのね。すごいの。であと緊張したって、やっぱり見てて僕も緊張しました。いやだって石井先生は2回目だったじゃないですか。以前ね、もう会ってますよね。白川先生今回初めてでしょ。ちょっとなんかね、緊迫感ありましたよね。特に2日目に道場行った時ってやっぱり独特な道場生の方々の雰囲気もあるじゃないですか。昭和の感じがね。そうこれ表でしょ、表、で裏返しにするとこのツーショットですよ。きっちりいいですね。ツーショット。いやいいな。あと宮平先生相変わらずかっこいいですよね。かっこいいですね。ダンディーというかね。イケオジ。でもあんまおじさんって感じしないんだよな。なんか兄貴って感じ。もう60ですからね。いやでも今年61か。見えないよね。なんかちょっとお兄さんって感じぐらいの雰囲気じゃないですか、これ見ると。で前回の
石井先生と宮平先生のこれが、クロスロードしたのの、さらに進化版みたいなイメージで、今回はさらに白川先生もクロスロードしていただいたっていうね。なんとタカさん今回沖縄までそうなんですよ。勝手についてきちゃったんだよね。すいません、本当マジで白川隆二パートでね連れてって行きたいって言って、すいませんね。なんかその時の思い出あります？ちょうどフリータイムができたんですよね。あれ2日目でしたっけ。で僕とその白川先生、安倍先生で国際通りを一応観光してみようよっていうことで、3人でずっといろいろと歩いて、で、ショッピングしたりとか、っていうのがものすごいなんだろう、全然その道場とは関係なしにね、なんか僕も今まで今回は3回目で3回目なんだけど、全然その道場とホテルの行き来あとは夜の居酒屋とかしか近くのねしか行ってないので、なんだろう、初めて僕も沖縄観光をさせてもらってすごいねありがたかったわけですよ。どうでした？素顔の白川隆二先生。もうね、あのまんまってどのまんまだけど本当なんだろう、礼儀ももちろん礼儀正しいし楽しいし、あとはねもちろんいろんなお話すれば武道武術のいろんな研究もされてるから知ってるんだけど、でももうなんだろう、まんまの人って言うしか言いようがないと、もう楽しくて。白川先生が、は本音でね、はい宮平先生のことをちょっと語ってたと思うんですけど、酒飲みながらとか食事しながらどんな感じでした？ちょっと白川先生のマネージャーなんだけど、そのやばいですよって感じ、ちょっとこう目がちょっと似てるでちょっとこうなって「西さんやばいですよ、こういうちょっとこう」っていう感じですね。いやでも本当なんだろう、僕はもう生で見てたわけだから、なんていうの、そのもう現場の映ってないところのものも含めての雰囲気っていうので、今もね語ってるとなんかちょっとね緊張してきちゃうんですよね。やっぱあと同情生の皆さんに囲まれてね、同情生のみんなが全員じーっと見てる中で白川先生が交流するわけなので、あれは結構緊張感はやっぱりね、何も起きないんだけど、特に白川先生、安倍先生はものすごい、もちろん期待と、あとはもちろん期待と不安と緊張ものすごいあったんじゃないかな。今回タカさんは石井東子先生の方がついてきてないんだけど、でも俺石井東子先生ともね、よく道場も行かせてもらって、で面識はあれサインももらっちゃったんですよ。こうやってねいただいちゃったし、すごい。おお、高石橋様、おお、東子石院とようですね。冒頭にその石井東子先生がそのご自分でそのお弟子さんと別にご自分自身のトレーニングをされてるシーンが出てきたわけですよ。でトレーナーの方がついてらっしゃって、でやってる内容なんか僕はほらこういうやつとかこういうやつとかさ、もうひたすらこういうやつとか、あともうこういうやつでちょこちょこやってないんだけど、あれすごかった。最初ラダートレーニングってね、足をとにかく鍛えてもらって、ウォーミングアップだけどもこんなになってたじゃん。でその後なんだっけ、12キロだっけ。僕はもう専門外なんであんなの見たことなかったんだけど、12キロですよ。片手でね、あれね。12キロってわかります？俺がいつも担いでるバッグよりもうちょっと重いだからね。あれ片手で下げてあげてましたね。でしかも今度終わったら今度こっち側でしょ。であれでこんなはーして、あとなんだかガッチャンガッチャンなんだっけ、ごめん俺も全然わかんないんだけど、もうとにかくもうすごいやつでも簡単になって、でものすごくその印象的に残ったのが、西さんがなんでこんなことやるんですかって言ったら、強くなるためだって言ってるわけ。いやもうその一言ね、やっぱすごいな。もうただそれだけなのね。強さのためにもうあれだけ自分をいじめてるっていう、いやちょっとねすごいなって感じですね。あれはタコさんもじゃああれ見てやる気がまた。俺はもうちょっとコロコロやったりとかさ、こうやってクイックイってやったりとかコンコンってやったり、そんなんでいいですよもう本当に。あとはね、この指導者として先生としてもやっぱり明るい雰囲気でね、素晴らしい道場ですよね。であとほら若い方もいるし、あと女性の方、
で赤いなんてフォーカスミットっていうのかな、何このままいやあれね、を見てもう石井先生の動画ずっと見てたらだったさ、ら欲しくなっちゃった。なんかね、どうしてもなんか欲しくなってちょっと高かったんだけどさ、アマゾンで買っちゃったのね。いやそうだこれで俺も石井東子だぜって。大ファンじゃないですか。いやなんかね、大ファンじゃないこれですか。いいなって言って、ほら僕も館林の道場行った時に見て、ほらこれで使わてたじゃないですか。これ買っちゃった。石井先生買っちゃったよ。これはブルーレイ効果と呼んでも差し支えないですか。ブルーレイ効果でタカさんが。いやどうしてもなんかね、ね、なんだろう、まあ空手教室でちょっと子供たちに使うかもしれないけど、ほとんどコレクションですよね。なんだそれ。宮平先生がブルーレイの中で頑張り屋さんっていう言葉を何回かお使いになってたんですよ。で最初にはブルース・リーの映画の話をされたのかな。でブルース・リーはその役者としてものすごい素晴らしい人だったし、その境遇もねご自分と似てると。アメリカに単身渡って、で誰も理解されないところから始めたっていうところで、頑張り屋さんですって言って、それはやっぱ石井先生には頑張り屋さんっていう言葉をお使いになって、なんかこう兄貴と弟みたいな、なんかそんな感じで、とってもなんだろう、温かい目で見てくださってるんじゃないかなって気がしますね。同じその武術の後輩としてっていうのかな。タカさん、今回はね、この宮平先生と石井先生の対談を、はいはい、ワインを飲みながら。もうねどうでしたあれ。いや俺も行きたかったぐらいですよ本当に。俺ビールかなんかでもいいからさ、もうでまた似合うのね。特にその宮平先生とワイン、宮平先生あんまり普段お飲みにならない。飲まないって言ってましたね。ですよね。あれのために、特別ちょっとずつお飲みになったのかもしれないけど、石井先生その前に結構飲んでるって。緊張してシャンパン2杯その前に食事したんだけど、その時結構飲んでました。飲んでてたよね。よしもう飲んじゃうぞみたいな感じだったけど、いやそれがまたね、石井先生がなんか可愛らしいって言っちゃ失礼だけど、なんだろう、その大先輩をね前にしてなんかすごく嬉しそうで、結構ほらワインまでよく見てると、最初このあったのがさ、だんだん少なくなって、なんかまた急に増えてるってことは、これついだんだなと思って、何杯飲んだんですかあれ結局。全然覚えてないですね。あとはね、その宮平先生がその中国から、まだ若くしてですよね、帰ってこられて、その空手の本場である沖縄にですよ帰ってこられて、で最初はどうだったんですかって話になったら、こういうふうにもそのメディアにね、新聞とかテレビですか、最初は取り上げられて、そこそこ有名にはなってきたんだけども、やっぱり最初沖縄の空手界からは、いやなんかやっぱり中国武術だし、その若造だしって言われて、相当ちょっと相手にされなかった。でそれがだんだん認められてきて、そのいろんなところでその技術を自分の、いろんな技術を披露して、で沖縄の先生方もみんな認めて、そしたらちょっとねびっくりな話が、空手界からいろいろね、あったというの来ちゃったという。これ僕も初めて聞いたんですけど、それがこのねそのワイントークの中で今でこそ言えるっていう話だったんじゃないですかね。タカさん、今日は何の日？はい、クロスロードエボリューション発売 B です。はい、5月30日金曜日、今日発売ということで、はい、みんなポチッとしてよ、買ってください。お願いします。ワン、ツー。いつもいろいろ拝見してます。お願いします。はい、お願いします。おお。久しぶりです。下に行く横下。それぞれの道があまりにも歩み方が違うかなっていうのを改めて感じたら。必要なのか必要じゃないかは僕が出したい答えなので、だから今それをに全力で向き合ってるっていう感じです。はい。